やべえもんが完成した。何の音ですか？ゆかりさんが大好きな硬いあれだよ。センシティブダメ。これはパンである。そうアイアムア、ブレッド。あなたはパンですか？パンを磁器の皿に当てた音だ。なんやて。こんにちは、ゆずきゆかりです。サルウェーテ、ガイウス・アカリウス・オスマークだよ。プケラートゥムとは何なのだ？何をもってプケラートゥムと呼称するのだ？急にどうしたのですか？ローマ軍が遠征の時にハードタック、乾パンを食べていたことはなんとなく知っているつもりになっていた。軍隊の遠征、災害用備蓄といえば乾パンが定番ですよね。そうそう。ガリア戦記の注釈、古代ローマ軍団大百科にもそのような記述はある。だが、その正確な材料、形状、調理法を私は知らない。ポンペイの壁画やトライアヌスの円柱にも乾パンが書いていない。題材として地味なのでしょうね。一次資料は、おそらく、プリニウスの博物誌だと思うが、残念ながら手元にはない。最近翻訳本が出たけど、全巻で5万円とかするからね。誰か持っていたら教えてほしい。豪華な晩餐のレシピは色々残ってますけど、単純なプルス、パン、ガルムのレシピって意外と残ってないのですよね。なんだ、当時の人にとって、常識レベルのことまで、あえて記録に残した大プリニウスは、やはり偉大なる変人だよ。現代日本のレシピだって、乾パンを美味しくアレンジするレシピはたくさんあるけど、乾パンのレシピはあんまりない。乾パンを作ろうという人はあまりいないのでしょうね。そうだね。私だって、乾パンを自宅で作るって発想はなかった。でも、なんだか面白そうなので、ローマ軍の正しいプケラートゥムではないが、ハードタック、乾パン作りにチャレンジしてみるよ。材料。強力粉 150g。ぐぬぬ、これは、ガリア産と見せかけて、アメリカ産、よって、真のローマ市民のためのパンと言えないな。ローマ市民のためのパンってどういう意味ですか？奴隷用のパン、奴隷用のワインなど身分によって食べるものが違うのだよ。ローマ市民のためのパンといえば、当然エジプト産だ。砂糖 2g。イースト 1g。塩 2g。なぜ、砂糖やイーストが？これは、真のローマ人のパンではなく、堕落したウップ主が食べるパンである。説明しよう。アカリウスの半分は、駄菓子と糖分でできている。いやいや、乾パンに砂糖は必要だ。災害の極限のストレスを和らげ、水が不足していても食べやすい。単純に日持ちすれば良いってわけじゃないんですね。混ぜるよ。シャッカシャッカ。水は 100cc 用意した。いっぺんに入れるとベトベトになるので、様子を見ながら加えていくよ。生地をこねる。ぐるぐる。生地らしくなってきましたね。これは、良いうどんができそうだ。うどん大好き。10分くらい休ませたのがこちら。休むって何ですか？それは、日本語に翻訳するのが難しい概念かもしれない。ほら、ローマって土日はないけど、年に160日は祝祭日があったから、祝日くらいあるわ。今回は打ち粉をしているから、ひっつかないのぜ。なんで紙なんか引くのですか？まな板がお目汚しすぎるからしょうがない。綿棒で伸ばすよ。ぐるぐる。ねえねえ、これは、良いピザができそうだよね。乾パンじゃなかったのか？人は、旅人である。歩いているうちに目的が変わることもある。万物は流転しているのだ。よって、さっきの私はもう私ではない。私んちの母みたいだな。形成。もしかしたらプケラートゥムは丸いかもしれない。動画を撮影してから気づいたが、私は、乾パンは四角いという固定観念にとらわれていた。お、乾パンよ。そなたはなぜ四角いのだ？工場で量産するからじゃないですか？そうか。だが、形状を変えると、時間や温度の加減がわからなくなるので、今回は、よくあるハードタックの形にしてみるよ。そして、クリリンにする。クリリンには、どんな意味があるのですか？わからん。大きなフライドポテトにも穴を開けるから、ここから水分が抜けてサクサクになるのかもしれない。とりあえず、半分だけクリリンにしてみよう。これは、クリリンの分だ。これは、メガネくんの分だ。発酵。ハードタックって発酵させる意味あるんですか？ローマ軍団のプケラートゥムで、発酵なんて、面倒なことはしてないだろうな。現地製作もするだろうし。だが、現代の乾パンには、だいたいイーストかベーキングパウダーが入っている。なんでや？あんまり硬いと食べるのが大変だからだろう。
40度で15分だ。焼成。温度は180度、15分でひっくり返して合計30分焼いてみるよ。試食。さて、今回は三立製菓の乾パンと食べ比べをしてみる。この笛を吹いているのはエトレリア人かな？違うと思う。これはポピュラーな乾パンですね。そして、質感の違いを表現するために、咀嚼音をコンデンサーマイクで録音した。嫌がらせや。いやいや、これで違いがすごくわかるのだ。いくよ。これが市販の乾パンの音。普通にうまい。ほどほどの硬さでサクサク。食欲を刺激するごまの香り、ほんのりした塩気、控えめな甘さがとてもいいですね。そうだね。普通におやつとして嬉しいよね。こちらが自作の乾パン。あ、音が違う。すごい。これぞハードタック。これは硬すぎますよ。子供やお年寄りは、愚か元気な人でもきついのでは？これを食べるためには噛むと覚悟を持って、意識と波紋を顎の筋肉に集中させるのじゃ。覚悟はできているか？俺はできている。そんなパンを配ったら二次災害が起きそうです。私の歯はスタープラチナだからな。オラ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 。ずっと物を口に入れた感触。昔、ものすごく硬いと、評判の黒金肩パンを食べたことがあるが、あれには負けるけどね。あれは狂ってる。厚さが同じならいい勝負するかも。ローマ軍団のはもっと硬かったかもしれない。だから、お湯で溶いたり、スープに入れて食べたのでしょうね。あとは略奪してきた豚肉や野菜も添えれば完璧だ。いつも食料挑発してますもんね。クリリンの効果は？出来上がりの違いはわからん。穴がある分食べやすいような気がしなくもない。連続で再生してみよう。これは、かなり違いますね。料理の味を動画で伝えるのは困難だが、とりあえず、市販の乾パンに比べてめちゃくちゃ硬いことだけが伝われば幸いである。また、情報が入ったら、本格的なローマのミリ飯にチャレンジするつもりだ。魚の干物と豚の塩漬けを作るところから。できるのか？ご視聴ありがとうございました。ローマは、一日にしてならず。